こんにちは、高弘です。最近僕は写真の言語化に時間を費やしています。写真の言語化はその人によってベストなタイミングというのがあると思っています。以前の僕は言語化なんて必要ないと思っていました。言語化できないものを写真として撮っているんだから、安易に言語化するとそれがつるっと抜け落ちてしまうという考えです。今もその考えは残っています。でも最近はそれはそれとして残しつつ、でも言語化できる部分は言語化してみようという考えに変化しました。言語化しないまま写真を量産していると、なんか似たような写真ばかりになってきたな。このまま突き詰めていった先に何があるんだろう、みたいな壁にぶつかるんですよね。言語化することで写真のテーマが明確になり、自分の進むべき道がわかります。そう、僕にとっての言語化は写真に写っているものをただ言葉にするというような単純なものではなくて、写真に一つの世界観を与えるようなものです。そして自分自身と対話するためのものでもあります。例えば、都市の美しさをモノクロで表現してます。光と影が織りなす一瞬の美を捉えようとしてます。みたいな言語化は正直あまり意味がないです。このレベルで言語化して満足するならやらない方がマシです。じゃあどうするか。この4枚並べた写真を例にとってやってみます。この写真は生成された世界、不気味の谷の逆バージョンといったところがテーマとなります。不気味の谷はロボットのような人工物がリアルすぎるとかえって気味が悪くなるという現象ですが、この作品ではむしろ現実がプログラムっぽく見えてしまうという逆方向の違和感がテーマになっています。と、こんな感じです。どうでしょうか。だいぶ具体的に、そしてギュッと絞られたものになったと思います。僕にとっての言語化というのはテーマを発見することです。この写真を撮った時は正直ここまでのテーマは考えていなかったのですが、なんで自分はこの写真が面白いって思ったのかっていうことをずっと深掘りしていったら、この生成された世界というテーマに行き着いたんですね。そのテーマは今 AI の生成物が溢れている現代にこそ刺さりますし、哲学的な問いも含まれていてなかなか奥が深いのではと考えています。言語化するときに気をつけているのは抽象的になりすぎないということ。それでいてちょっと見ている人に考えてもらうような問いかけを行うようにするということです。つまり、かっこよく聞こえるけど、実体がない言葉ではなくて、ちゃんと自分が心底納得できるものであること、そしてそれを聞いた人に何か問いかけをするものであること、それを大事にしています。実はこうした言語化は AI の助けを借りて行っています。AI と会話しながら作品テーマを考えていくということです。皆さん、自分の写真でやったことはありますか？一度試してみてほしいです。ただ AI にあまり期待しすぎても良くないです。AI の回答は結構ありきたりのもの、どこかで見たような文章を返してくることが多いので、それをそのまま引っ張ってくるのはやめた方がいいでしょう。でも10返してくれた中に一つぐらいハッと気づかせてくれるようなものがあります。その一つを深掘りしていくという感じです。会話している途中で全然別のことを思いつくこともあります。何度かやってるとわかりますが、これは自分との対話です。形上は AI と会話してますけど、結局自分自身と対話しているような感覚になってきます。なので自分の中に何もない、自分が空っぽで反響するものが何もないと AI に何かヒントをもらっても、ふーんって感じで期待外れな結果に終わるでしょう。それはそれで OK です。無理に言語化しようと思わないでください。多分今はその時ではないのです。例えば写真歴が浅くてまだ人に見せる写真が100枚ぐらいしかないという段階ではそうなるのが普通です。人に見せられる写真が500枚とか1000枚とかそれぐらい溜まってきて、もう同じような写真を3、4年撮ってる。そういう人に試してみてほしいです。自分でも気づかなかったテーマ、問いかけに気づく可能性があります。AI と会話しながらテーマを考えるというと、すぐに出来上がるものだと思われがちですが、実際にはかなりの日数を費やしました。
僕の場合は1ヶ月くらいかかりました。AI に聞く、AI が回答する。そこでふーんってなって一旦終了した後に、1日経ってお風呂に入っている時に急に思いついたみたいな瞬間があってまた聞き直すというようなことを繰り返して作っていきました。AI との会話は時間が経った後にもうその内容を続けることができるのが良い点です。何度かやってるとわかりますが AI も独特の癖があります。なんかこういう言い回し好きだなみたいな。どっかで見たようなフレーズが出てくるケースが多いのでその罠にはまらないように注意しましょう。例えばこの写真は都市の孤独がテーマです。ってなったらちょっと注意です。みんな AI に同じことを言われています。そこでもう一歩踏み込んでください。孤独をテーマにして何がしたいのか、何が言いたいのか、それは本当に自分がやりたいことなのか、気の済むまで深掘りしてみるのです。そこに何かあるかもしれないですし、何もないかもしれないです。何もないなら引き返してまた最初からやり直しです。僕は1ヶ月かかりました。でも最初から1ヶ月かかると分かっていたらちょっと嫌になってたかもしれません。毎日ちょっと時間が空いた時に暇つぶしのような感覚で AI と対話する。そう、暇つぶしです。それぐらいの気軽な感じでやってみましょう。でも、すぐに諦めずに粘ってください。そんな感じで AI と対話していくことが大切です。写真を撮った後にテーマを決めるって順序が逆じゃないって思う人がいるかもです。でも僕はこれは全然変じゃないと思っています。あくまで僕の経験ですが、最初は言葉にできないものに惹かれてシャッターを切っていることがほとんどです。それを続けて途中で言ったようにそれこそ3年とか4年続けてればそこに何かがあると言葉にできないもののかけらが集まってだんだん形になってきます。その何かが何なのか AI と一緒に考えていくことで自分の写真に隠されたテーマを発見できるかもしれません。でも言語化したら壊れちゃいそう。そのかけらが壊れそうって感じたら無理に言語化しないでその直感に従ってください。冒頭でも言いましたが、言語化には自分にとってのタイミングがあると思います。まとめです。今日は AI を使って自分の写真のテーマを考えてみるという回でした。大事なのは抽象的すぎないこと、ちょっと哲学的な問いを含んでいること、そして実際の写真とテーマのバランスが取れていること。テーマだけ壮大で写真がしょぼいとちょっとかっこ悪いです。そこは注意です。AI はありきたりなフレーズを多用してくるので注意してください。あれ、これ上っ面だけだなと感じたら、それをそのまま引用するのではなく、引き返すかもっと深掘りして自分の言葉を見つけるまで粘ってください。多分そこが一番のポイントとなります。写真とこれまで真剣に付き合ってきた人ほど自分の言葉を見つけやすいと思います。テーマを見つけることで自分の進むべき道がわかります。SNS でいいねをもらうだけに飽きてきた。同じような写真を撮り続けた先に何があるんだろうと悩んでいる人に試してみてほしいです。それではまた。